そこでですね、その方が感じたのは、やっぱり足腰の衰えっていうのを感じたっていうんですね。具体的に言うと、階段の上りが辛かった。皆さん、ロコモティブシンドロームという言葉、聞いたことありますか？この言葉はですね、2007年に日本整形科学会が提唱した新しい概念なんですけども、皆さんこんにちは。豊か生態チャンネルのしょうです。今日のテーマ、テレワーカーで運動してない人は必見。あなたは70代で歩けなくなります。注意喚起動画です。冒頭の一言、当てはまる方、結構いらっしゃるんじゃないですか？このね、長く続くコロナ禍の影響でテレワークも続いてて、運動もできてない方、非常に多くいらっしゃると思います。そういった方はね、70代で歩けなくなる可能性っていうのが非常に高いんです。そのあたりをですね、今日はご説明していきたいと思います。皆さん、ロコモティブシンドロームという言葉、聞いたことありますか？この言葉はですね、2007年に日本整形科学会が提唱した新しい概念なんですけども、ロコモティブ、日本語でですね、運動器のことです。で、運動器とは何なのかというと、簡単に言うと、筋肉や骨のこと、体をですね、動かすための、器官のことを運動器と言います。その運動器がですね、本来なら、加齢によって筋肉の量が下がってしまって、歩けなくなってしまったり、様々な疾患につながるっていうのがロコモティブシンドロームなんですけれども、このコロナ禍になったこの1年、整体をですね、やってきた私がですね、結構これって若い人にも当てはまるんじゃないのかなっていうのをですね、常々感じております。これはですね、僕の整体院に来ていただいている方のお話なんですけれども、その方はですね、やっぱこのコロナ禍になったことによって、ほぼテレワークにですね、なってしまったということだったんですね。で、一時期、感染者が落ち着いて、また出社してっていうような形になって、その時にですね、普通に電車で、通勤をですね、再開したみたいなんですけれども、そこでですね、その方が感じたのは、やっぱり足腰の衰えっていうのを感じたっていうんですね。具体的に言うと、階段の上りが辛かったりだとか、息切れをすぐするようになったり、はたまた運動を少ししてみたらすぐね、筋肉痛が来てしまったりっていうような形で、結構すでにですね、足腰が弱ってるっていうのを感じてるっていうふうにおっしゃってました。で、僕自身もですね、実はそれ感じてて、トレーニング僕ね、結構好きでやってて、その時はですね、このピストルスクワットって言って、片足で立って、しゃがんで、また立ち上がるっていうのができたんですけれども、去年とかね、トレーニング全然してなかったです。そのピストルスクワットがね、僕ね、できなくなっちゃったんですよ。なのでですね、僕ぐらい、36歳なんですけれども、僕ぐらいの年齢でも筋肉はですね、やっぱり弱まっていきます。なのでそこで、テレワーカーで、運動をしてない人っていうのは、もう足腰の筋肉弱くなるし、筋肉は固まるしっていうような形でですね、70代、年を取ってからですね、動けない可能性っていうのは非常に高くなるんですね。筋肉はですね、使わないと1日 1% ずつ減っていくっていう風に言われてます。で、さらにですね、下半身の筋肉っていうのは上半身よりも3倍早く衰えていくって言われてますので、老化は足からっていう風にですね、言葉があるぐらいです。なのでね、今、若い方、30代、40代の方っていうのはですね、そこまで、歩けなくなるリスクっていうのは今の段階ではないですけれども、これがやっぱり60代、70代になった時に足腰の筋力が弱まってしまって、歩けなくなる可能性っていうのは非常に高くなります。で、歩けなくなるイコール、これはですね、もう本当に死にやっぱり繋がっていくんですね。なんでやっぱ前のね、動画で歩く速度と死についてっていうような動画を上げたんですけれども、やはりですね、早歩きできる人が長生きをして、歩けない人はやっぱ早く死んでしまうっていう風にですね、論文が出てますので、そういった意味でもですね、やはりもう30代、40代、むしろ20代のうちからですね、体のケア、筋力をつけるっていうのはですね、すごく大事なのかなと思います。ここで突然ですが、豊かクイズです。日常生活動作。英語で言うと、A、AED、B、ADL。日常生活動作。英語で言うと、A、AED、B、ADL。正解は、B の ADL ですね。Activities of Daily Living。略して ADL と言います。これ何なのかというと、生きていく上で最低限な必要な動作になります。
まあね、例えばで言うと、食事だったりだとか、トイレに行く、ベッドに起き上がる、ベッドから起き上がる、買い物に行くなどですね、当たり前のですね、行動なんですけども、これがですね、年齢を重ねると、できなくなってしまうっていうようなことがやっぱりあるんですね。そうなってくると、やっぱり介護が必要になって、健康寿命がですね、下がっていってしまいますので、この ADL を常に高めておくっていうことがですね、健康で長生きの秘訣になります。それがですね、このロコモティブシンドロームを防ぐために何をすればいいのかというと、まずはとにかく歩きましょう。歩くことによって足腰の筋力が使われて、このロコモティブシンドロームのですね、防止になります。そう、それがですね、たとえ20代、30代、自分は体力あるよって思っている方、そんなあなたもですね、ぜひ運動はですね、してください。これはですね、将来への貯金です。貯金というのはお金じゃなくて貯める筋肉なんですね。そう。このね、運動しておくことによって、将来、あなたのですね、健康のですね、レベルがガラッと変わってきます。そう。なのでね、70代で寝たきりがいいのか、70代でも元気に動けるがいいのかって言ったら、もう確実に後者ですよね。そう。なのでね、将来の自分のために、まずは歩くところから始めてみてください。それでは今日の動画のまとめです。今日はですね、ロコモティブシンドロームについてお話をしました。このロコモティブシンドロームとは、運動器の疾患。簡単に言うと、足腰の筋肉が弱くなってしまって、歩けなくなってしまうことを言います。で、これ本来は70代。ちょっとね、ご年配の方なんですけれども、在宅ワークによって、家にずっといる、動かない。で、運動不足でですね、足腰の筋肉が弱くなっちゃってる、若い方にもですね、同じようなことが言えるよっていうようなお話をしました。で、そういった方はですね、まずは本当に歩いてもらって、歩くことによって足腰の筋肉が鍛えられて、このね、ロコモティブシンドロームの防止になりますので、まずはですね、歩くところから、始めてみてください。今日の動画、いかがでしたでしょうか？こういったね、健康に関する知識の動画っていうのは、一度見ただけではなかなか覚えられません。そこでですね、チャンネル登録をしていただいて、この動画をですね、何度か見ていただくことによって、あなたのね、健康増進につながると思います。もしよろしければですね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。それでは今日も豊かな一日を。バイバイ。